こんにちは、あきかです。今日もインドからお届けします。前回は使命の話でしたね。使命ね。もう本当にね、そう、反響がすごいあったけど、探さない方がね、いいってやつね。いかに楽に生きるかっていうのが本当に大事だと思いますから、まあ、探したい人は探していただければいいと思うんですけど、私はもう探すのは一切やらないって感じですね。で、今日は、よかったらね、参考にしてみてください。今日はね、龍神です。ね、まあ、龍神って人気あるよね、すっごい。うん。でね、まあ、宇宙のこと好きなんだけど、龍も好きなんですよ、私。龍が好きというか、龍が結構パワーあるなって思ってるんですね。で、なんで龍がすごいパワーあるって分かったかっていうと、いつだったかな、龍がついた、もともとついてんのか分かんないけど、なんか龍を意識したり、なんかついたなって思ってからの飛躍が結構すごかったんですよね。いつついたのかな。うん、それでこの宇宙からするとさ、竜とかって地球のこととか、特に日本って竜の国だよね、確か。うん、竜のエネルギーがめちゃくちゃ強いですよ。それで、あとまあ、神様とかね、竜とかっていうのがやっぱりその地球のことっていうのはやっぱり竜とか神様がやっぱり強いんだよね。要はその次元と合っている、高次元と、やっぱり高次元のこう宇宙とかと、やっぱりこういう神様とか竜とか、なんかこういう存在とのやっぱり共同創造でもあると思うんですよ。共同にやっていくというかさ。で、その時にやっぱり竜っていうのは地球のことが得意だから、私たちが竜を意識したりいろいろお願いしたりすると、本当にこうなんていうの、気持ちよくやってくれたりするし、あとその飛躍の仕方がすごいんですよ。本当に私もじゃあちょっと体感してて、だから要はその地球のことが得意なんだよね。この次元で本当に気持ちよく動ける存在なんだろうなと思う。高次元の存在として、高次元、私たちのよりもやっぱり次元が高いところでわーっとやってくれる、目に見えないところで動いてくれるってことなんだけど、地球のことが得意なんですよね。で、イメージとしては、私はなんか竜がついたなとか、竜を意識し始めた時に、ここに自分がいるじゃないですか。まあ、こうだとするよね。ここに、これが自分だとすると、こうね、押される感があるんでね、ぐーって。竜がこう、なんていうの、あの、日本昔話みたいにさ、こうやって竜って動くじゃないですか。これがこうね、こう自分のことを押してくれるのね、ぐわーって。そう。だからっていうかね、それぐらい、そういうなんか勢いがあるんですよね、竜って。そう。だからやっぱり意識したり、なんていうのかな、竜にお願いしたり、すると、すごく自分自身の、やっぱ特にね、今年大事な年だと思うんですよ。飛躍したり、豊かさ受け取ったり、すごく変容の年だと思うから、この竜に、いろいろお手伝いしてもらう。でいいと思います。で、そのやり方としては、高次元にお願いするのと一緒で、まあ、竜を呼んで、まあ、竜神様来てくださいとか、なんか好きな竜がいたらね、青い竜とか、なんか黄色い竜とか白い竜とか、なんか、あと、例えばなんかこう、竜の、祀ってある神社とかあんだっけ、お寺か。ちょっとなんか詳しいこと全然皆さんの方が詳しいと思うんだけど、まあそういうものを呼んでもいいと思うんですね。呼んで、これお願いしますとかさ、これやってくださいとか、お願いすればいいと思うんですよ。じゃあ私はね、なんかね、白い竜がね、イメージとしてすごく、いつもとぐろを巻いているイメージそこでとぐろを巻いてる感じがするので、それちょっと読んでよね。で、まあこっち来てくださいみたいな。白い竜こっち来てくださいみたいな。で、じゃあ、まあどんどん飛躍できるように後押しお願いしますみたいな。そんな感じでいいんですね。どんどんサポートしてくださいみたいな。好きなようにやってくださいみたいな。こんな感じでお願いしとくとやってくれます。こうやってやるとやっぱ高次元と同じだから、お願いしないとやっぱりね、サポートできない。
サポートしてくれてるとは思うんだけど、よりサポートしやすいんだと思うんですよね。だから私たちが意識するっていうのはすごい大事だと思います。あの人は赤い竜、クリシュナさん赤い竜ついてるね。赤い竜。うん、わかる？わかるわかる。うん。クリシュナさん赤い竜がついてる感じするね。そういや、そうだ。マヤ暦でもそんなのが赤竜だわ、それが。赤い竜がついてる感じとか、これも感覚なんだけどね、どの竜が好きかとかさ、そんな感じでいいと思うんだけど、やっぱ竜がつくとわーっていく感じはすごいするよね。これね、やっぱりエネルギーの中でもそういうこうなんだ、竜の特性なんだろうね。そう、それでこのエネルギーっていうのはやっぱりその地球の中ですごく発揮しやすいんだろうね。だから意識してやってみるといいと思います。あとはだからいつも一緒にいるような感じっていうの、いつも竜がそばにいるような感覚を味わうみたいな。じゃあ白い竜だとするとそうだな、なんか私の感じだとやっぱり白い竜だけじゃなくてたくさんいろんなのがいるなみたいな感じなんですけど、竜だとするとそうだね、いっぱいいる感じするよね。なんかうなぎみたいだなみたいなうなぎみたいにくねくねしてんなみたいな、うねうねしてんなみたいな、可愛いなみたいな、そんな感じで仲良くなってもいいかもしれないし、あとはだからそうだな、意識するとやっぱり仲良くなると思うから、それでいろいろやってくれると思うし、やっぱね勢いがすごい。竜の勢いは本当にすごいなと思いますから、意識してみるといいと思います。あとは何かやりたいこと、例えばこうじゃあ仕事とかね、今やってる仕事が飛躍できるようにお願いします。サポートしてもらいましょうかね。じゃあ、竜を呼んで、どんな竜でもいい。私の、サポートしてくれる竜来てくださいって言いましょうかね。竜神様来てください。来たなと思ったら、どんどん飛躍できるようにサポートお願いします。そして周りの人たちもどんどんサポートしてってください。好きなようにやっちゃってくださいみたいなこんな感じでいいね。あと好きなようにやってくれるでしょ。わって動いた感じするみたいな、こういう感じでいいと思いますね。簡単なんですけど、やっぱりね、自分が意図するのとしないのと全然違うんですよ。そしてね、やっぱりね、動きたいんだなっていうのをすごい感じる。もうね、やりたくてしょうがないんだなって、地球のことやりたくてしょうがない、サポートしたくてしょうがない。だからこれが要はお役目であって、彼らのなんていうのかな、本当に力を発揮する時が今なんだろうね。だからそれを私たちはなんていうのかな、力を借りていろんなことや、だからそれぞれの役割とかがあるから、私たちが自分でやってもいいんだけど、やっぱ高次元とかこういう神様とか竜神とかのなんていうのかな、エネルギー的な力を借りて私たちは本当の自分を生きていく時だから、借りないともったいないんだよね。だから得意分野とかがあるわけだから、それぞれでね。そういう感じでやってみるといいと思います。あとは自分の、好きな竜とかピンとくる感じとかかな。ドラゴンも一緒なのかな、竜。本当に地球のことがね、やっぱりもう地球の中をこうさ、自由に動き回ってる、地球だけじゃないんだけど、地球超えちゃうところも行くやつもいっぱいいるね。すごい、でもやっぱりパワーがすごいですから、そういう感じでどん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 お願いするといいと思います。例えば金運が良くなるようにサポートお願いしますとか、そんなのもいいよね。どんどんお金が舞い込むようにサポートお願いしますとか、そう、例えば子供だとすると、子供の勉強がなんていうのかな、どんどん成績が良くなるようにお願いしますとかさ、そういうのもいいかもしんないね。なんかすぐバッと動いてくれる感じするね。離れてる人のこととかね、じゃあ、お父さんお母さんとか兄弟のことをサポートお願いしますとかバッて言ってくれる感じとか、そういう感じでもいいと思います。なんか親しみがあるんじゃないかな、竜に対して。すごく近い感じするよね、やっぱエネルギーとして。
神様とか高次元よりももしかしたら扱いやすい人も多いのかなと思うので、こういう感じでやってみるといいと思います。私たちやっぱり今は本当にこう飛躍の時だし、拡大していく時なんですよ。拡大する豊かさを受け取る時だから、今日ねちょうどそういう龍神様とのこうメッセージとか、つながりっていうのがやっぱりすごく来たんですよね。来たので今ね発信する時ちょうどね年始なのですごくいいよね、今年の飛躍。あとやっぱ2020年っていうのはやっぱこう日本に注目が集まる時だから、そこから何を発信するかっていうのは結構重要だっていうのをやっぱちょっとメッセージでもらって、その時にねやっぱりこう龍神様のこういうなんていうのエネルギーを使わせてもらってどんどんやっていくとかね、高次元もいいと思うし、自分がいろんなものをこうなんで目に見えない存在っていうののね力を借りていろいろやっていくとすごい面白いと思うので、よかったらやってみてください。はい。ではまた撮ります。ではでは。